YouTube をご覧の皆さん、三ツ矢です。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、こちらのインデックスロールオーバーといった技ですけれども、こちらの詳しい解説をやっていこうと思います。この技はフォアグリップの状態からペングリップの状態に移行できるすごく重要な技で、これ単体だと見た目はそんなにかっこいい技ではないかもしれないですけれども、すごくいろんな技に派生する重要な技になってます。特に皆さんからよく解説してほしいって言われるこちらのブレンダーといった技ですね。みんな大好きブレンダーなんですけども、こちらを技をやるにあたってもこのインデックスロールオーバーといった技ができることが条件になってますので、まずはこちらのインデックスロールオーバーをマスターしてもらってからブレンダーに取り掛かってもらったらなというふうに思ってます。というわけでこのインデックスロールオーバーなんですけど、大きく4つのパートに分けて解説をしていこうと思います。1番から順番にね、できるようにだんだんとステップアップしてもらったらなというふうに思います。それじゃあ解説の方を始めていこうと思います。まずパート1なんですけれども、ハンドルをつまんだ状態から人差し指周りを回すといった動作を覚えてもらいたいと思います。持ち方としてはこちらのハンドルなんですけれども、こちらのバイトハンドルでもセーフハンドルでも好きな方のハンドルを持って練習してください。で、持つ位置なんですけれども、こちらの根元からだいたい3センチぐらい離れたこの辺りの位置をこのように人差し指と親指でつまむように側面を持ってください。あまり根元を持ちすぎてしまうと、このようにこのハンドルとブレードの間に指の皮がこういう風に挟まったりしてしまっていたっていうようなね、思いをすることがあると思いますので、若干離れたこの3、4センチぐらい離れたこの位置を持つようにしてください。人差し指と親指でこういう風につまんでる状態だと思いますけれども、残りの3本指はこのように丸めてください。人差し指と親指でこういう風につまんでる状態ですね。こういう状態を作ってください。この状態ができたら次にハンドル自体を下にダラーンとこういう風にぶら下げた状態にしてください。で、この状態になったら次にこのハンドルを上に振り上げます。振り上げます。で、振り上げるとこういう感じになってて、人差し指が今ハンドルとハンドルの間にこういう風に挟まれてる状態になると思います。で、この状態になったらですね、この今持っている人差し指と親指をパッと離します。で、離すとこのハンドルに勢いがついているので、ナイフ自体はこっち側にくるっと回転していって、落ちていくような感じになりますね。実際にやってみるとこのように人差し指と親指でつまんで他の指を丸めている状態からこういう感じになりますね。キャッチはしなくて大丈夫です。まずはこの人差し指周りをナイフを回転していくっていった感覚を覚えてもらうことがこのパート1の重要なところになっています。このパート1を練習する上で気をつけてほしい点は3つあります。まず1つ目なんですけども、このように振って指をパッと離すことなんですけれども、離す時に、この親指と人差し指を離すんですけど、離した時に人差し指はこのようにパッとピーンとまっすぐ伸ばしてもらいたいです。っていうのもですね、このようにこう回した後、この人差し指周りをナイフが回転していくんですけども、このように指が曲がった状態で回してしまうと、こういう風に関節とかにナイフのハンドルが当たって変な動きを結構したりするので、こういう風にピーンとまっすぐ伸ばしてる状態だったら安定して人差し指周りを回転することができますので、離す時はピーンとこういう風にね、人差し指を伸ばすようにしてもらったらいいです。こちらが1つ目の注意する点です。2つ目なんですけども、このナイフを人差し指周りを回転させるんですけども、必ず回転させた時にこの指だったらこの指から見て右側ですね、右側の方にこういう風に落ちていくように必ず練習してください。これがこのように回した後にこのまま手前にこういう風に戻ってきてしまったりしたら、それは回転不足になりますので、このように勢いをつけて自分から見て、この場合だったら右側ですね、回転してる方向に必ずナイフがこのように落ちていくことを確認してください。こういう感じですね。このように右側に落ちていれば正解です。そして3つ目なんですけれども、こちら指を離すタイミングですね。人差し指周りをこういう風にナイフが回転していく感覚を覚えてほしいんですけれども、この時にあまりに速すぎると指からナイフがこういう風に離れて右側に行ってしまいます。めちゃくちゃ極端にやるとこれも一応確かにナイフが回転していて右側にですねちゃんとナイフは落ちてるんですけれども、こちらはどっちかというとこの人差し指周りをこういう風に回っていってるっていうよりも、こういう風に放り投げてこう空中をねナイフが回転していってるっていうような感じになりますので、この指を離すタイミングっていうのは本当にこの指が挟まれる瞬間か、挟まれる直前ぐらいで
離してあげるようにしてください。遅すぎるとこういう風にね、挟まってしまって回転が止まってしまいますし、早すぎるとこんな感じでナイフがポーンと空中を飛んでいってしまいますので、早すぎず遅すぎずといった指にほんとナイフが当たるか当たらないかの直前ぐらいで離してあげると、綺麗に人差し指周りをくるっと回転していってくれると思いますので、まず最初はこちらのナイフを離すタイミングっていうことと、人差し指周りをナイフがこういう風に回転していくっていう感覚を覚えてもらうのがこのパート1の練習です。まずこちらのピンクの方のインジゲーターがついてるハンドルを持ってるとすると、このように振って離すと、ここまではパート1でやったと思います。で、離した時にこのパート2ではこのインジゲーターがついてない方ですね、持ってなかった方のハンドルはこういう風に回ってくると思いますので、回ってきたこちらのハンドルを人差し指と親指でこのようにキャッチしてください。で、キャッチするとこういう感じになると思いますので、あとはこのハンドルを振り上げてこういう風に収納するとパート2は完了です。パート2ではパート1でやったこの人差し指周りを回転させるに加えて、このハンドルをキャッチするっていうところまでが重要な練習になってます。最初はとてもぎこちなくても構わないので、とにかく最初はゆっくり回転した方が多分捕まえやすいと思います。このように振ってほんとパッと指を離して捕まえるっていうの、結構これ最初簡単そうに見えて結構難しいので、ほんと最初はこんな感じでもゆっくりでもいいので、えいっていう感じ、とにかくハンドルを捕まえるっていうことに練習を集中してやってみてください。注意してもらいたい点としては、あくまで人差し指周りを回ってきたこちらのハンドルを捕まえるといった意識を持ってもらいたいことです。最初はいいんですけども、こういう風なハンドルをもう無理やり持ってこうグイーンとこう振り上げるっていうようなイメージ、引っ張り上げるっていうイメージではなくて、あくまでこの回ってきたハンドルをキャッチする。最後にこちらを振り上げるは振り上げるんですけれども、ここら辺にあるハンドルをギュインってこんな感じでもう手首でグイーって振り上げるっていうイメージでは最初はやらない方がいいと思います。あくまでパート1で練習したこの人差し指周りを回転するっていう動きですね。この回転するっていう動きを練習した上でキャッチ、それから振り上げるっていうことですね。この振り上げる動作はついでぐらいの感じで、まずはこのキャッチするっていうところに集中して練習してください。このように回してキャッチ、ここまでできたら OK ですね。パート3なんですけども、このようにハンドルを持った状態から振ってハンドルを捕まえて振り上げるといった動作までができるようになっていると思います。こういう状態ですね。ここまでができるようになっていると思います。このパート3ではいよいよこの持ち方ですね。こういう風に今人差し指と親指でつまんで、残りの指はこういう風に丸めた状態からスタートをしてたと思うんですけれども、こちらをこの丸めた状態ではなくて、このようにハンドル全体を握った状態から先ほどと同じ練習をします。それだけって思ったかと思うんですけど、このパート3が多分一番難しいと思います。理由としてはすごく簡単です。こういう風にさっきまで振ってたと思うんですけど、振った時にさっきまではこういう風に指を丸めてたので、何にも邪魔されずこのようにハンドルが回転してくれてたとは思うんですけれども、今こういう風に持ってる状態だと、振った時に離すと同時にこちらの3本指をこのように丸める動作が必要になってきます。このままだと中指だったりにハンドルが当たってナイフが回転しませんので、この指を丸めるといった動作が必要になってきます。振る、離すと同時に指を丸めるっていうのが最初とても難しいと思います。このパート3が一番難関かと思いますので練習してみてください。あと人差し指のところをこういう風に回転させるんですけれども、この回転させる位置なんですけれども、こちらの第二関節部分ですね、この部分を通すようにしてください。これが先端すぎるとナイフの挙動が不安定になってポーンと飛んでいってしまいますし、根元すぎると指丸めてても他の指にこういう風にね当たっちゃうので、このちょうど第二関節ですね、この部分を通すように練習してみてください。ここではもうパート1とパート2で練習したことですね、このように人差し指周りを回す、キャッチするっていった練習に加えて、このパート3ではこの残りの3本指を曲げるっていう練習ですね。ここができたらこういう風になると思います。パート4では若干斜め方向に向けて練習してほしいっていうことと、あとパート3まではこういう風に若干こういう風にグッと振り上げるっていったね動作を最後やってもらってたかと思うんですけど、振り上げるというよりか斜めに向けた時は振り上げるではなくて、このナイフの回転で
こう振り上がってくる、勝手に回転が止まらないので勝手にナイフがここまで上がってくるっていったイメージを練習してほしいです。このパート4では若干垂直方向だったのを自分の方向に斜めに向けて練習すること、そして最初のこの振るっていうこの振り上げる動作を勢いよくつけることによって、最後のこのナイフを振り上げるっていう意味ではなくて振り上がってくるっていうような感覚にしてほしいです。ここまでできればこのインデックスロールオーバーは完全にできたようになってます。通して解説をすると、まずはこちらの根元から3センチほど離したこの部分ですね。この部分を人差し指と親指でつまみます。まずは指を丸めます。この状態から振ると同時に人差し指をピーンと伸ばして、この第二関節あたりを回すようなイメージで回転させます。まずはキャッチしなくて大丈夫です。パート1ではこのように人差し指周りをナイフが回転するといった感覚を覚えてください。パート2では先ほど回していたナイフの感覚を覚えたままで、回した方と逆のハンドルをこのようにキャッチする、そして振り上げるといったキャッチをする練習をしてください。こういう感じですね。パート3ではパート2と違って手のひら全体をこういう風に握った状態からスタートします。この状態から同じように振ります。で、離した後にすぐにこちらの3本指をクイッと丸めて、人差し指周りをナイフが回転させます。あとはパート2と同じようにキャッチして振り上げるということができればパート 3OK です。最後にパート4としては、今までこのように垂直方向に回してたと思うんですけども、それをこちらの方に若干斜めに向けて振るようにしてみてください。そして最後にこのように掴んだ後にグイッと振り上げてたのを、感覚としてはどちらかというと振り上げるでなく振り上がってくる、最初のこの回転を強めることによって勝手にナイフが回転してくるっていうイメージで、最初のナイフと振りを少し挙動を強くしてあげると勝手にこのように振り上がってくるイメージになると思いますので、ここまでができればこのインデックスロールオーバー完全マスターです。はい、いかがだったでしょうか。このインデックスロールオーバーといった技ですけども、すごく便利な技になってます。これができるとできないだけで、いわゆるフリップをちゃんと練習したことがある人なのか、練習したことがない人なのかがすぐ分かってしまうような技になってます。いろんな技の応用につながる技になってますので、すごく重要です。ぜひ練習してマスターしてみてもらったというふうに思いますし、これから皆さんの大好きなこちらブレンダーといった技をやるときにも、こういうふうに人差し指周りを回す過程ですね、こういった動きが全くインデックスロールオーバーと同じ動きをしますので、ブレンダーをやる上でもこのインデックスロールオーバーは必須です。またブレンダーの解説動画もね、上げようと思いますので、それまでにまずはこちらのロールオーバーとインデックスロールオーバー、こちらの2つの技をね、ぜひ練習して覚えておいてもらいたいと思います。はい、それではですね、今回こんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは。